こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。もうすぐ1000人なので力貸してください。2つの顔で展開されるランドクルーザー250の特別仕様車。2024年4月18日に発売されたトヨタ新型ランドクルーザー250。丸目は特別仕様車 GX ファーストエディションのみだ。1951年に誕生した初代ランドクルーザーは、アクロなどの走破性や耐久性を求めるモデルでしたが、乗用車感覚で利用できるライトデューティーモデルとして開発されたのが1990年に誕生したランドクルーザープラドです。今回発売された新型ランドクルーザー250は、そのランドクルーザープラドの後継モデルとなります。新型ランドクルーザー250は、プラットフォームはランドクルーザー300同様のラダーフレーム GF を採用しています。そのためボディサイズは、全長 4925mm× 全幅 1980mm× 全高 1870mm。ホイールベースは 2850mm と堂々たるものとなり、サイズ的にはランドクルーザー300とほぼ変わらないものとなりました。パワートレインは海外仕様ではハイブリッド車の設定もありますが、国内仕様は8リッター直噴ターボディーゼルエンジンと 2.7 リッターガソリンエンジンの2つのラインナップとなっています。シートレイアウトは2列5人乗りと3列7人乗りの2タイプで、後列シートの収納は電動で行えるようになりました。エクステリアは黒走破性に特化したこともあり、無駄を削ぎ落とし機能美を強調した水平基調のデザインで、堅実剛健な車に生まれ変わっています。インテリアも視界の確保や操作性向上のため水平基調とし、7インチのフルデジタルのインフォメーションディスプレイと3インチのディスプレイオーディオは先代との大きな違いと言えるでしょう。なお、フロントライトは通常モデルは角目のリフレクター式 3LED ヘッドランプですが、特別仕様車の GX-FIRSTEDITION には丸目型の BI、EMLED ヘッドランプを採用しています。GX-FIRSTEDITION のパワートレインはディーゼルのみ選択可能で、販売台数ももう一つの特別仕様車 VX-FIRSTEDITION と合わせて8000台のみとなっています。限定仕様車の丸目仕様に対するコメントが多数。このように、全く新しくなって登場した新型ランドクルーザー250ですが、人気モデルのシリーズということもあり、SNS 上で賑わいを見せています。SNS 上ではブロンズメタリックに丸目めちゃくちゃ良さそうやん。マジで抽選当たってくれないかなや丸目が可愛らしくて愛着が湧く仕様だと思いますなど限定仕様車の丸目タイプに対するつぶやきが数多く見受けられました。一方でなかなかプラド乗りは乗り換えづらい金額ですよねや原点回帰とか言いながら値段含めて色々矛盾してるんだよななど倍近くなった価格帯に嘆きのコメントが寄せられていました。他にももう販売枠なし。キャンセル待ちが起こってるらしいですねやディーラー行ったらヒントじゃないと無理みたいなクッキー出されて悲しい。予約すらできず買えないものを売るななど入手困難な状況に対する嘆きの声も見受けられました。またスーパーなどの駐車場は 5MX に M で区画引いてるのが普通なので混んだ時に車止めるの嫌になりそうやプラド購入層にはでかいプラドやサーフぐらいのサイズを好む層が何を買ったら良いかわからなくなっているなど拡大したボディに対して苦言を呈するコメントも寄せられていました。新型ランドクルーザー250の価格はエントリーモデルの GX ディーゼル5人乗りが520万円、中間グレードの VX ガソリンディーゼル7人乗りが545万円から630万円、最上級グレードの GX ディーゼル7人乗りが735万円となっています。なお、特別仕様車の GX ファーストエディションが785万円、VX ファーストエディションが590万円から700万円で販売されています。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。GX の丸目はとても魅力的だが、機能的にはグレードダウン。ホイールにしてもファーストエディションは18インチとなり、普通は18万円ほどのマイナスになるはずが、50万円もプレミアム価格が盛られている。詳しくグレード構成や車元表を見るとベスト。Y は標準仕様の革命 GX であることがわかる。丸目が好みであれば VX の標準仕様にオプション17万円で丸目にするのが良いだろう。エントリーグレードの GX は公用車向けのまさにワークホースとして用意されている。庶民向けのガソリン仕様が GX に設定されていないのはそのためであり、ガソリン仕様の廉価版が今後発売されるかもという期待を持っている人もいるようだが、期待外れは確実。そのようなモデルを売っても利益が少ないからだ。ランクルファミリースエッグのランクル FJ が発売されるのを期待するべし。ファーストエディション落選。フ
かつ次の通常版の抽選も落選しました。追加生産がない限り向こう2年の納車は不可能とのことでした。追加生産自体は通常あるみたいですが、その際も抽選になるだろうとのことで、うちは見送ることにしました。納期がただ長い分には計画を立て対応できますが、買えるかわからない状態がいつまでも続くのは困りますね。なんか、開発担当者が色々動画出してますが、外販の複雑なプレスラインを出すのに不審したとかデザインにこだわっているとか訴えていますが、変に凝ったデザインにしてプレスに余計な経費かけたりするくらいなら、機能や性能と関係ない無駄なそういう工程減らしてシンプルな造形にして少しでも買い求めやすい車にしてほしい。法人契約3年リースで本日契約。来年6月末納車予定です。VX ディゼルの丸目。パールホワイト、モデリスタ仕様です。サイズも価格もプラド超えで買う気なくしてましたが、モデリスタのカタログ&YouTube 見てやられてしまいました。楽しみだけど300並みに大きくなるサイズだけはちょっと、何もここまで大きくしなくても、好きなのは丸目、安いのは角目。丸目18万7000円が、1万8700円なら丸目にします。ディーラーオプションで丸目買ったら角目はどうするのか？ディーラーで廃棄。もったいないから引き取り。タイヤと違ってヤフオクメルカリでもあんまり需要なさそう。田舎ですが、ディーラーからどうですかと営業電話来ました。都会はお金持ちが多くて抽選大変でしょうが、田舎のディーラーは買える人を探すのが大変そうです。もちろん高くて手が出ないので断りました。思ったより荷物乗らなさそうでした。70買えなかったので250でもいいかなと思ったけど、価格に見合う価値を感じなかった。普通に供給されて値引きされたら考えてもいいかな。今は買い時じゃないな。もう販売枠なし。キャンセル待ちが起こってるらしいですね。やディーラー行ったら、ヒントじゃないと無理みたいなクッキー出されて悲しい。予約すらできず買えないものを売るななど入手困難な状況に対する嘆きの声も見受けられました。このような印象操作と思われる情報が多く錯綜しています。投稿を鵜呑みにせずディーラーに問い合わせることが確実に購入するための第一歩です。愛知の知り合いの先生は250を2台注文。もう1台あるので、買おうとしましたが、他府県はダメとのこと。トップセールスマンの担当客は台数を抑えれるらしいです。売り方が買う気なくす。転売目的を防止するとか言ってこんなやり方してなくなるのか？ KINTO でないとダメとかローンして下取りやりとか抽選も本当に抽選か？ってやり方で売り方に問題あるでしょうに小取りは言わないのかね。天下のだから矛盾だらけ。ファーストエディション VX のディーゼル購入しました。下取り、メンテパック、残価必須でした。下取りは頑張ってくれて450万。納車予定は6月初旬だそうです。はい。こういう売り方するから転売ヤーが出るのだよ。バンバン売ろうよ。シートの収納に電動機能とかいらない。その分重くなるし、高くなる。買いたくてもまともに注文できない車ってなんなんやろ。こんな作り方はやめてほしい。って言っても天下のトヨタ様はこんな殿様商売を続けるんでしょうね。他に欲しい車ないし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。